笑顔が最高の薬。パーキンソン病患者さんのチャレンジを手助けするスタンドアップ 4PD チャンネルです。こんにちは。私は神経筋認定理学療法士かつケアマネージャーでもある井出ちゃんです。このチャンネルでは主にパーキンソン病に効果のある運動や日常生活の過ごし方、パーキンソン病に関わる知識などもわかりやすくお届けしていきます。今回はパーキンソン病と睡眠障害というお題でお話ししていきたいと思います。睡眠に関する問題を抱えていらっしゃる患者さんは実に 70% 以上おられます。なかなかこれをすれば眠れるという解決法がないのが難しいところですが、この動画ではまずパーキンソン病にとって睡眠障害はどのような影響を及ぼしているのか、どのような原因があるのかを知り、具体的に睡眠のお悩みを主治医に適切に伝えられるための知識をお伝えしたいと思います。そして睡眠障害のマネージメントとして非薬物療法として一番大事な睡眠環境調整についてやレストレスレッグ症候群などそれぞれに対しての対処法を知っていただいて睡眠に対する意識を変えていただけたらと思います。このチャンネルではこういったパーキンソン病に関する知識やパーキンソン病に効果が示されている運動をお伝えしていきますので、これからも情報を得たい、運動を続けたいと思ってくださる方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。公式 LINE では最新動画の情報等をお届けしていきますので、チャンネルの概要欄からぜひ登録をお願いします。それでは始めていきましょう。まず、パーキンソン病にとって睡眠障害とは、運動症状と同等、またはそれ以上に患者の生活の質に悪影響を及ぼす症状と認識されていると言われています。確かに眠れない、日中眠いと何をするにも億劫で体もだるいということになり得るかと思います。この睡眠に関する問題は、パーキンソン病の実に 73.7% の方が訴えていらっしゃいます。ただ、これは不眠を訴えている方の実際の睡眠時間が足りていないかどうかはわかりません。あくまでご本人が寝つけない、眠りが浅い、トイレが近い、朝早く目が覚めてしまう、昼間にすごく眠くなると問題に感じていらっしゃる割合であるということです。では、いつ頃から睡眠に関する問題は生じるのでしょうか。まず、主観的に睡眠に問題を感じたり、レム睡眠行動異常症が起こるのは、パーキンソン病発症前から発現し、頻度が増していきます。そして、日中の過度の眠気やレストレスレッグ症候群といって、足がムズムズするような症状は、パーキンソン病と診断され、運動症状発症後に増えていきます。重症度でいうと、ホーン ER1 から3の軽から中等症よりも、ホーン ER4 の重症度が高い方が睡眠障害を患っている方が多く、進行期には運動や非運動症状の増加によって睡眠障害の重症化が見られます。続いて、睡眠障害の原因と考えられるものです。まず、夜間の運動症状、非運動症状。これはウェアリングオフのことですが、これによって夜間にパーキンソン病特有の症状が出ることによって眠れない。そして自律神経障害もあります。これにはおしっこの問題や発汗の問題が当てはまるかと思います。そしてドパミン作動薬などの薬剤性によるもの、また睡眠時無呼吸症候群といって夜間舌が喉に詰まっていびきをかいたり息が止まったりすることにより眠りが浅くなったり昼間の眠気につながることがあります。あとはレム睡眠行動異常症やレストレスレッグ症候群など他の睡眠障害の合併により睡眠に問題が生じることなどがあります。レム睡眠行動異常症やレストレスレッグ症候群についてはどういったものか後ほどご説明します。そしてこのような睡眠に関わる問題によって入眠困難や中途覚醒、
早朝覚醒、日中の眠気などにつながってしまいます。それでは、いくつか睡眠障害に関わる症状についてご説明していきます。まずは日中の過度の眠気です。パーキンソン病で日中の過度の眠気を訴える方は約 50% です。この中でも突発性睡眠、睡眠発作は日常生活に及ぼす影響は大きく、自動車事故や外傷をきたす危険にもつながります。実際に私の周囲の患者さんでも大きな事故にはならなかったものの、自動車運転中に眠ってしまって免許を返納された方も何人かいらっしゃいます。この日中の眠気の原因としては、睡眠の質が悪い、睡眠の量が不足している、睡眠の時間帯が適切でないなど、夜間の睡眠の問題から二次的に起こっている場合もあれば、疾患自体の影響や薬剤の影響なども原因となります。日中の過度の眠気に関連する因子としては、年齢が増すこと、そして性別でいうと男性に多く、ドパミンアゴニスト使用例やドパミンアゴニストを使用していなくとも重症度が増すことが関連します。よってドパミン作動薬の影響をよくおっしゃっている方が多いのですが、そもそも疾患が進行するにつれ現れやすいものということです。それぞれの対処法については後ほどマネジメントとして説明しますので、続いてレストレスレッグ症候群に移ります。レストレスレッグ症候群とはムズムズ足症候群とも呼ばれ、この4つの症状が当てはまる場合診断されます。まず足を動かしたいという衝動、そして安静時にこの足を動かしたいという症状が出現したり強くなる、また夜間にもこの症状が出現したり強くなる、そして安静をやめて運動をすると足の症状が改善する。これら4つとも当てはまるとレストレスレッグ症候群の可能性があります。この症状を抱えていらっしゃるパーキンソン病の方は0から 50% と幅があります。この確率は実は健常の方の発現率と差がないと言われています。ですので、レストレスレッグ症候群に関連する因子は年齢のみで、年齢が増すと疾患関係なくレストレスレッグ症候群が発現しやすいことが分かっています。ただ、正規のレストレスレッグ症候群はパーキンソン病特有のものではないのですが、4つすべては当てはまらないけれども、ただ足を動かしたいという衝動のみの症状を持つ方は、パーキンソン病の方で健常の方よりも多いと報告されています。結局、なんかよくわからないけど足を動かしたくて仕方ないという不快感は健常の方よりもパーキンソン病の方の方が多く抱えていらっしゃって、これらの症状が日中の過度な眠気と関連しているようです。続いてレム睡眠行動異常症です。これはレム睡眠中の筋緊張が消失しないため、見ている夢を現実に行動に移してしまう。例えば大声を上げたり、手足をばたつかせたり、歩き回ったり、暴力的な行動に出てしまうなどの症状を引き起こし、睡眠中の外傷をきたす睡眠時随伴症です。よく聞く無遊病はノンレム睡眠中に起こるものですので、また違います。このレム睡眠行動異常症はパーキンソン病の15から 60% で発現し、こちらも幅があります。そしてレム睡眠行動異常症まではいかないものの、パーキンソン病の約半数でレム睡眠中に行動まではしないまでも筋緊張が低下しないという症状が見られるそうで、これは夜間リラックスして眠れない、眠りが浅くなったりする原因になりうるかと思います。では、なんだか睡眠障害っていろいろな症状が絡み合ってて難しい、結局どうしたらいいのと思われるかと思いますので、睡眠障害のマネージメントについてお話しします。まずはご自身の睡眠障害が何から来ているか、またいくつか当てはまる場合もあるかと思いますので、それを把握して対処法に取り組むことが大事です。睡眠関連症状として、患者さん本人、
ご家族から訴えられる症状としては、日中の眠気、入眠困難や中途覚醒などの不眠症状、夜間に運動症状、非運動症状が出る、夜間に異常行動が出るなど様々ですが、これらパーキンソン病に関わる夜間症状に注目して作成された問診票 PDSS-2 の内容をご紹介します。まず1、先週よく眠れたか。2、夜寝つきの悪い日があったか。3、夜中に目が覚めることがあったかという質問は不眠症状についての質問で、これをそれぞれ週に何回ずつあったかで回答します。次に4、手足の落ち着きのなさ、不快感。5、手足を動かしたい衝動の頻度がどれくらいであったかです。こちらはレストレスレッグ症候群についての設問となります。それから6、悪夢。7、幻覚症状はレム睡眠行動障害と精神症状に関する設問です。そして8は夜間頻尿で、こちらは泌尿器の問題なのか、またはウェアリングオフや睡眠時無呼吸症候群の結果、眠りが浅くて起きた時にトイレに行くことが多い場合もあります。また9、寝返り困難、10、手足の痛み、11、手足の筋痙攣、12、早朝の手足の痛み、13、覚醒時の震えはウェアリングオフ症状についての設問です。14、目覚めた時の疲れと眠気に関しては、起きている時の眠気、日中の眠気なのかどうかを評価する必要があり、最後の15、いびき、息苦しさは睡眠時無呼吸症候群に関する設問となります。この問診票をどのように利用するかですが、睡眠障害でお悩みの方は、主治医に症状を説明する際に、まず1から3で不眠症状の頻度をお伝えし、4から15の中で当てはまるもの、その頻度を説明していただくと、主治医も何が睡眠障害の原因となっているのか推測しやすくなるかと思います。例えば、頻尿で何回もトイレに行ってしまって眠れないという根っこに、実は夜間筋競合が強くて身動きが取れない、もしくは痛みが出ることがまずあって、目が覚めてしまって、その結果トイレに行ってしまっている可能性もあります。例えば、いびきや息苦しさがあって目が覚めて、その結果トイレに行ってしまっているという可能性もあります。そうなると、それぞれ治療に使う薬や対処法が変わってきます。ですので、この問診票を使って主治医に睡眠障害の症状の頻度やどの症状が出ているかを説明するのに使っていただけたらと思います。出ている症状が一つだけとは限りませんので、いくつかあるのであれば、それを説明して、主治医と優先度の高いものを相談し合って、薬剤の調整につなげていただくのがいいかと思います。この動画のコメント欄に動画の時間割を載せておきますので、PDSS-2 の時間の部分をクリックすると、この問診票の内容部分に飛べます。受診前にこの部分を見ながら、先週どうだったかなと事前に内容をメモするなど利用していただければと思います。では最後に睡眠障害に対する非薬物療法についてご説明します。まず、何が原因で睡眠障害が出現しているにしろ、行った方が良い睡眠環境調整です。こちらは当たり前のことですが、日中に十分な活動を行う、日中に十分日の光を浴びる、お昼寝をするのであれば3時より前に20から30分以内にする、就寝前にカフェイン等の刺激物の摂取を避ける、眠前のリラックス、適温で静かな環境、寝る前にいつもと変わったことをしない、規則正しい入眠時間、睡眠時間は7から8時間、決まった寝室などがあります。こちらは基本の木ですが、できていない方は多いのではないかと思います。睡眠環境調整と入れていただくと、ネットでもすぐに出てきますので、メモをして貼り出しておくといいかと思います。
それでこれに加えて、こちらは厚生労働省のホームページにあったものを抜粋してきたものですが、高齢者の睡眠の傾向についての図になります。年齢が増すにつれて睡眠は浅くなりがちで、まとまって取れる睡眠時間は減っていき、70歳代では寝ようと思っても6時間弱しか眠れないようです。なのに、床に入っている時間は高齢になるほど長く、先ほどと同じ70歳代の方で言うと、夜の9時前から朝の9時頃までベッド上にいるということで、頑張っても6時間しか眠れない体なのに、12時間もベッド上にいるということになります。こうなると、眠れないのにベッド上で悶々としていたり、何度も目が覚めるというのは当たり前で、ホームページでは、高齢の方が若者と同じ時間寝ようというのはないものねだりだと、ちょっとひどいなとは思いましたが、確かにこの通りであれば、実際はそもそも取れる時間が少ないのに、ベッドで長時間過ごすことによって眠れないというストレスばかり募るという傾向になりやすいかと思います。睡眠環境調整では、睡眠時間を7から8時間以内にということでしたので、例えば7時間寝るということであれば、いつも6時に起きて活動をする方であれば、逆算してベッドに入る時間は夜11時になります。あまり早くからベッドに入って2時間3時間眠れないと思いながら過ごすことの方がストレスになりますので、起きる時間から逆算してベッドに入る時間を考えていただけるといいのではないかと思います。続いて、レストレスレッグ症候群の対処法ですが、軽い方であればこれを守るだけでもかなり改善するそうなので、足を動かしたい衝動のある方は試していただければと思います。まずは何をおいても先ほど出ました睡眠環境調整を実施する、守ること、もう一度表示します。これを守ることです。次に、アルコール、カフェイン等の嗜好品の就寝前の摂取を避ける。そして、抗うつ薬、抗精神薬、抗ヒスタミン薬等の症状を増悪させる薬剤の中止や減量、また、運動を規則正しく中程度行うことです。気を紛らわすゲームなども効果があるようで、ケアとしては温冷どちらでもいいのでシャワーを浴びたり、就寝前のマッサージやムズムズしたら起き上がる、歩き回るなどが効果的です。そして就寝時間はなるべく遅めにするといいようです。ぜひ試していただけたらと思います。最後に日中の眠気の対処法です。これも何をおいても睡眠環境調整が大事なのですが、加えて食事内容の調整も効果的です。日中の過度の眠気のある患者では、炭水化物の摂取量の多さと日中の眠気の増悪との関係が指摘されています。確かに私たちでも食事の後は眠くなる傾向にありますので、この眠気が過剰な方に関しては、1回の食事でのご飯や麺、パンの量を半分にし、その代わり栄養低下になると困りますので、食事の回数を増やすことが提案されています。例えば、朝7時にご飯半量とおかず、10時におにぎり1個、お昼にご飯半量とおかず、3時におにぎり1個、夜はしっかりというふうに食事の内容、回数の工夫をすると眠気が改善される可能性があります。そして日中の眠気に効果的な活動の内容ですが、リハビリに関しては一種よりはいくつかのリハビリを組み合わせるのが効果的です。ストレッチだけでは眠くなりそうな印象があるかと思います。ですので、ストレッチをしたら少し筋トレやバランス練習や歩行練習も行ってと数種を組み合わせるのがいいようです。リハビリに関しても日中の活動量に関しても、いやそんなに家でやることないでという方は、例えば自宅での家事を利便性をあえて落として時間をかけて行う、炊飯器でご飯を炊かないで土鍋で炊くなど、時間を持て余すのであればやることを増やす必要があります。
あとは1回の買い物の量をあえて少なめにして毎日買い物に行く。広告を見て牛乳はここ、卵はここなどとはしごするのもいいと思います。そして患者会の集まりなどに積極的に参加して卓球をしたり太極拳をしたりするのもおすすめです。ではまとめです。パーキンソン病の睡眠障害は頻度が高く、病気が進行するほど重症化しやすいです。原因としては夜間の運動症状、非運動症状や自律神経障害や薬剤性など様々挙げられます。そして夜間の不眠が日中の眠気にもつながり、そのまま夜間の不眠を増悪させることもあります。睡眠障害のマネジメントとしては、主治医への伝え方として PDSS-2 という問診票をご紹介しましたので、的確に主治医に症状を説明していただくと、より効果的な治療につながりやすいと思います。そして何をおいても睡眠の問題のある方は、睡眠環境調整を実施する、守るのが基本となります。レストレスレック症候群や日中の眠気など、それぞれに適した対処法もご紹介しました。本日の講義は以上です。パーキンソン病に限らず、年齢を経るごとに眠れる時間は減っていくそうなので、そんなものだと開き直るのも大事かと思います。あまり考え込まないで、少しずつご家庭の中、屋外で行う用事、活動を増やして、眠たくなったら寝るかと気持ちを楽にして健やかに過ごしていっていただければと思います。それではまた次回お会いしましょう。